雑談です。最愛です。はらせんということで始まりました原千ラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、またね陣内くんの打ち合わせをしておりまして、年末に収録して、年明け放送の番組があるんですけども、それのね、あれネタをどうしようか、言うたらドリーム東西ですよね、みたいな話をして、打ち合わせをしておりましたが、その場所がね、金曜日なんで、ヒルナンデス終わりで楽屋でいつもやるんですけども、ヒルナンデスね、金曜日でしょ。で、昼からなんですって、プチカシマさんとダースレーダーさんがやってるのはあれ金曜日にやってるでしょ。で、必ずね、金曜日の陣内くん出てる時のその日テレの打ち合わせの時は、昼からなんですのそのプチカシマさんとダースレーダーさんがやってる昼からなんですの T シャツを僕を着ていくんですよね。冬なんで、もう上にスウェットとかで着ちゃって全然見えないんですけど、実は昼からなんですのT シャツを着て、昼なんです終わりの陣内君と打ち合わせをしてるってね、誰も気づかないというかね俺だけ実はそういうのを着てるっていうのをこうニヤニヤしながら汐留に行って打ち合わせをしておりまして、いろいろそこでもう一つね、その一昨日のマジカルラブリーの ANN で陣内君に会うと優勝するっていうジンクスがあるっていう話はね、前も陣内君のYouTube でも言ってたんで、またその季節だなみたいな話をして、ちょっと面白いことが起こるかもしれませんね。お楽しみにという打ち合わせをしておりまして、その帰りにMacBook Pro があれは2019年に買ったのかな、18年モデルをね。でこの間OS アップデートしようとしたら全部止まっちゃって、総特会というかタイムマシーンから復帰してみたいなことがあって、でこのところ不調続きでGoPro をウェブカムとして使えなくなっちゃってて、なぜかでそれを OS アップデートしたら多分治るんだろうけど、それで止まっちゃって、で仕方なしに別のカメラつなげてるんですよ。そのカメラもまた USB が負傷というか調子悪くてうまくつながんないで、もう思い切っていうか欲しかったんでMacBook Pro のね M1Mac を見に行ったんです。ほぼ買うつもりでね。でずっと悩んでたのは14インチの1テラモデルにしようかと、16インチの1テラのやつが3万円ぐらいしか違わなくて、で画面でかいし、13インチ使ってたから14インチでもいいのかなと思ったんですけど、3万円で大きい画面だったら、その前は僕15インチ使ってたんで、じゃあ16インチにしようかって在庫があるか聞いたら、たまたまビニールが破れて保留してる商品が1台、それもう全店合わせてもそれ1台だけしか今ないですって言われたんで、じゃあもう買いますっつって買ってきて、で夜中ずっとなんていうんですか、環境をね移すタイムマシンから移すだけなんで、作業的には何にもないんですけども、それが6時間ぐらいかかるんですよ。でそれをねYouTube で開封動画とともに6時間ずっと待ってやっておりまして、で今日からはこの新しい環境でねやっとるわけですが、その、OS アップデートと Adobe のソフトもアップデートされてて、アフターエフェクトとかね、全部か22モデル、前のやつ OS 古かったんでそれ使えなかったんですけど、今日からこのキャラクターアニメーターも新しいバージョンでレンダリングがどれぐらい早いかちょっと楽しみに、今日はやっていこうかなと思いまして、それからもう一つね、ついでに
サーバーがずっと何ですか、ハッキングされちゃってブログが書けなくなってたんで、もうサーバーまだあと半年ぐらい契約残ってるんですけど、ドメインのを移行して別のサーバー借りようと思ってたんですけど、また自分でね、その環境を整えるのも結構めんどくさいんで、じゃあもうワードプレスにドメイン移管して、でいろいろそこでまとめてやろうと思ってブログを、全部移してたんでやって、あとねパモンのブログだけが移せないかったんで、移せないっていうか、こうじゃあどうしようかなと思ってノートに全部また一から上げていこうかなと思ったんですけど、それもなかなか手間だし、そういや Facebook ページでパモンのページ作ってるんで、じゃあもうそこに集約させようと思って、ちょっと見出しだけ整えて、これからはFacebook ページで運用していく。それなんかね、やっぱりそういうみんなが使ってるサービスを利用する、それがポシャったらねおしまいなんですが、Facebook だったら大丈夫だろうとかね、ワードプレスだったら大丈夫だろうってんで、自分でこさえてやるよりもずいぶんサービス行き届いてるし、セキュリティもしっかりしてるしみたいなところで、そういうところでやっていこうかなと思って、そんな構築をさっきまでやっておりまして、でそれが今までやっておりましたが、こっからですよ。で見ましたですわ、最愛の8話目。もうこれ物語が動いてね、来ておりますがね、なんといってもしおりのが死んじゃったことが、これが事件性があるだろうということで、ちょうどその重要参考人としてね、渡辺明の殺害の重要参考人として話を聞こうかっていう時に亡くなったので、これはやっぱ事件性があるだろうということで動き出したのと、後藤ですよ。後藤の、着服問題が明るみになるんですけども、それやっぱあずさが知ってたっぽくて、っていうか知ってて、目をつぶっててとかね、後藤は自分だけがやったことだからっていうことで、言ってはいたんですけども、なんていうんですか、借金というかね、5億を返すあてがなくて、そういった寄付を、着服しておって、で別荘ね、使ってる後藤しか知らない、使ってないような別荘の床にずらりと、あれいくらでした、8億円ぐらいありましてね、なところがバレて、で後藤はちょっと精神病んじゃってかくまわれているんですが、そこにも捜査の手は及んでいくんだろうっていうのが次回以降で、もう一つ、大輝と優斗が仲良くというかね、大輝は、所轄に異動になっちゃったんで、少年犯罪のね、お前らこんなところでたむろしてんじゃねえみたいなことをやりながらも、リオとの関係をこう再構築していく途中なんですけども、そこで優と仲良くやってて、で住所教えてくれって、じゃあ今食べてるから食った後でなって書こうとしたそのペン、優が渡したそのペンがなんと誰でした、渡辺明の殺害現場に落ちてた証拠品とのボールペンと非常によく似てるってんで、これはちょっと貸してくれっつって問い合わせと、なんと真田ウェルネスとか真田グループの、中でも5人しか持っていないそのボールペンだったってことがわかるわけですよ。あずさ、リオ、加瀬、後藤、それから正信の、5人しか持っていなくて、そのユウが渡したのはリオの持ってたやつだったんで、これはリオは多分というか全然怪しくない感じはもうすでにありますけども、残るね、加瀬、後藤、正信、あずさの中の誰のあれなのかって言ったら、正信がねちょっと
あんな怖い顔してるんですけど、すごく真面目そうなんですよね。僕は正信じゃないのか、なんか実行犯っぽいのかなっていうね、あれもあるんですけど、いや、正信じゃないだろう。でも、後藤か。後藤はでも裏金だけだったもんなって気がするんですよね。で、アキラをっていう感じはないよなって気がしてて、で、加瀬かあずさなんですよね。僕の中では。で、加瀬がね、どうも、こう、ちょっと、加瀬。でもやっぱ正信が、いや、正信っぽくはないよなって気がするんだよな。ってなると、加瀬かっつったら加瀬っぽくもないし、じゃああずさがやるかっつったらあずさはね、指示するだけで実行しなさそうだなとか思いながら、これ誰のなんだろうな。ねえ、まあ犯人はこの中の一人なんだろうとは思うけど、リオ以外のね、だから4人でも後藤じゃないよな。後藤なのかな。後藤でもおかしくないのかな。でも正信は違うっぽいんだけど、とはいえ加瀬もするような感じでもないし、ね、別々で、後藤と加瀬が別々で動いててって感じもないよな。ってなると、難しいなね。誰のあれなのか、それともわざと誰かが持たされたのか、誰かというかね、じゃあ誰なんだって話になっちゃうかな。まあ本当に次回以降ね、これいよいよどうなっていくのか楽しみな最愛の8話。これね、本当に非常に面白い。あと、やっぱりね、リオと大輝の関係はこれ最終回に向けていい感じになっていくんじゃないですかと思いながら見て楽しんでおります。ぜひ見逃し配信ありますんでご覧になってください。コントボールペン。いやー、本当にあれは誰のボールペンなんだろうな。正信かな。いろんな考察動画を見ると正信がやっぱり怪しい実行犯じゃないのかみたいなのがあったんですけど、僕はね、意外に正信ってすげえ真面目でちゃんと仕事にやってる人ね、こわ表から感じるなんか悪そうな感じではなくてね、非常にこうビジネスに厳しい感じなのかなと思ってたんで、わかんない。それからね、あずさは後藤がその着服してたのも知ってたし、遺体それこそ元旦那さんがね、康介の遺体を遺棄したのもそれは納得がいくっていう話をしてたんでね、まあ全てを知ってるのはやっぱりあずさだと。で、じゃあ誰が実際手を下していたのかってことは、もしかしたらこれ加瀬、やっぱり忠実な犬すぎて盲目的にこう反抗してしまったのかな。でもこの中で言った正信は僕は違うと思ってるんで、後藤はその裏金だけっぽくて、やっぱ加瀬かな。どうなんだろう。一癖も二癖もある感じがするんで、僕は加瀬なのかなと思いながら見ておりますが、どういったね結末を迎えるのか本当に楽しみなんで、ぜひ皆さんもご覧になってください。あといろいろね、僕のPC 周りの環境もこうガラリと変わって、またいろいろこうやっていかなくちゃいけないんで、いろいろねブログとかやってきますんで、あとチャンネル登録ともうすぐね1000人いきますんで、ぜひしてください。お願いします。はい、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。